スポナートラップトライデントキラー革命。通常のスポナートラップにトライデントキラーをつけて完全に放置で、スポナーに応じて骨や腐肉が無限になり、そして経験値も大量に集まる神装置をご紹介。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まずはスポナーを見つけたら敵が湧いてしまうので、もうね、松明を四方につけておきましょう。で倒す。今私の目の前にあるのはゾンビスポナーですが、この動画ではスケルトンスポナーなんかも同様に動きます。スケルトンスポナーの場合はね、骨がむちゃくちゃ手に入るので、畑とかで使える骨粉がほぼ無限になります。ゾンビですと腐肉と経験値というイメージ。そしたら一度このようなねチェストは破壊して、よいしょ、このスポナーの中心から半径4マス部屋を作っていきます。なので今分かりやすいように仮ブロックを置いてますが、スポナーから半径4マス、これを四方に一度ね仮で目印立ててみましょう。この十字キーがね収まるように高さ4マス削っていきます。で削ってる時にちょっと暗くなってるので、動画上松明をつけます。でこういうね小道があったら松明置いておくのがおすすめです。ゾンビが急に襲ってきたりする可能性あるんで。でこのような小道に反り出してるところどうすればいいですかっていうことですが、壁をねもう無理やり立ててください。このように、よいしょ。はい、この辺もね、じゃあ整地ですね。こうしてもうブロックをドカーンと敷き詰めちゃう。で十字キーがしっかりとすっぽり収まってると。いや今回はキヨキヨチャンネル初じゃないかな。ピストントラップ付きのスポナートラップなんで、初心者さんにも作っていただきたい。さあ最初に置いた十字キーの周りに壁ができて、その上で高さ4マスの壁ができました。ここまで来たら一度端っこをですね3マス直下掘りして、この部屋全体を3マス下げます。なんでつまり直下掘り危ないんで、このようにシフトをしながら3マス削っていくというイメージ。そしてね、さっきの話聞いてトライデントキラー嫌なんですけどっていう方、統合版でトライデントを集めるにはドラウンドをねまず見つけてください。そしてそのドラウンドがねたまにトライデント持ってることがあるんですよ。そのドラウンドを倒すことで、なんと統合版 25% の確率でトライデントを落とします。そもそもトライデント持ちがレアだったりするんですけど、もう見つけたら絶対倒してください。トライデントキラーっていう名前が嫌ですと、なんかもう上級者感すごいじゃない。でもね、オブザーバーとピストンとなんかトーチとレバーぐらいでできちゃうんで、初心者さんにも分かりやすいように解説しますんで、ぜひ絶対最後まで見てください。さあということで、だいぶ広い空間ができました。ここまでできたら一つの角を決めていただきまして、端っこにブロックを3つ置きます。そして一度無限水源を作りたいので、一度この部屋とは別のところくり抜いちゃって4マスの穴を作ってください。で皆さんねサバイバルでプレイ中だと思いますが、角にお水を1つ、そして対角線にももう1つお水を流すと無限水源になります。私も今試しにサバイバルにしてみましたが、いきますよ。取ると、はい、水なくなりません。これサバイバルです。これで無限水源を作ってください。今無限になったと思うので、この今置いたブロックの真ん中にお水を流す。そうするとジャーっとね流れ出るわけですが、この今置いた両サイドにお水を置いていきます。見てください。ここですね。この角にお水、端っこまでドカーンとね流していきます。見た目このように1マスずつからしっかりと水流が流れている描写になっていたら OK で、反対側もはいこの位置ですね。この位置から壁まで1マスずつ置いていきます。そうするとチャキン、見てください。真ん中に水流が寄ってこの1マスだけ空いているはずです。ここまでできたら、はい、こちらのお水のお部屋、今空バケツが2つ持ってると思うんで、このようにバケツ、水バケツだけ回収してあげて埋めてあげてください。無限水源なくす方法は、一度ブロックを置いてから壊すとあら不思議なくなりますんで、この辺ね一回埋め立てまして、はい、戻しました。そしてこの1マスに立ちまして、合計4マス掘る、このような状態になりました。そしたら分かりやすいように5マス目のブロック、何か別のブロックに変えてあげてください。でこのブロックを起点に四方に4マス削っていきます。123で4でしょ。で高さは3マスでございます。でこれをね一回四方にやってみてください。でここで洞窟とかマグマに当たった方は最初みたいに埋めたり、マグマとかもね、埋めちゃってください。あと水ぶちまけたりして、ちょっと暗くなるんで松明を設置してね四方に削っていく。はい、最初みたいな十字キーができましたんで、この十字キーが一つのでかい部屋になるようにもうあとはくり抜いていきます。ここはプレイヤーが滞在するところになりますんで、
松明ぜひね置いてください。ドカーン削って、こうやって砂利が落ちてきて空洞になったところも埋めてあげて、もうゴリ押しで部屋を作ってあげるイメージ。これからトライデントキラーを作っていくんですが、マジで簡単に作れます。ご安心ください。ドカーンと削りまして、真ん中のこの中心の上は先ほどの落下地点になるというところですが、この穴から見てですね、四方どちらでもいいです。穴から1マス2マス3マス目にチェストを設置します。結構遠目にね置きました。そうしたらチェストの後ろのね左側にしゃがみながらホッパーをつけてください。ホッパーの向きいつもねご紹介していますが、しっかりと地面に刺さっているのではなくて、しゃがみながら L 字になります。この状態でホッパーにまたしゃがみながらホッパーを2個つけて、こちら側の側面からホッパーにホッパーをつける。で松明ここ真ん中壊して、この位置関係かつホッパーが斜めに連結していって最終的にチェストに繋がってる必要があります。なので一回試し方としては、このホッパーに何かねブロックを1つ入れてください。そうするとすぐ座れて、チェストの中に入っていたら OK です。でもし入っていない方は連結がうまくいってません。でこれをね不安な方は全部のホッパーで一度試してみてください。私もね試してみましょう。で最後こちら OK かな。 OK です。ここまでできたら、このくぼみの部分に全部石を敷き詰めていきまして、よいしょ。こちらの向きから皆さんピストンを持っていただいて、まずはこの位置にチョン。位置が超重要です。画面と同じように置いてください。こちら側行きまして、この位置にチョン。そしてこちら通りましてこの位置にチョン。そして最後はホッパーの上にしゃがみながらチョン。チェスト側から見るとこの向きに置かれていることを確認してください。しっかりとこの木のパーツと石のパーツの向きもねご確認ください。続いてオブザーバーを持ちましてチェストの右側に行きます。でこのオブザーバーも向きが非常に重要なんでゆっくりやっていきましょう。まずはこの側面のピストンにつけます。赤い点がこちら側を向いているようにしてください。その上でこのピストンの横に行きまして、この壁に右に頭ぶつけながらオブザーバーにオブザーバーをつけます。そうなると何も模様は見えません。一方で上を見てみるとですね、三角矢印が右のピストンに向いています。それでは続けていきましょう。奥にねチェスト見えると思いますが、チェストの反対側に立ちまして、またピストンにオブザーバー、赤い点が手前、そしてまた横のピストンに頭がチーってぶつけながらよいしょとつけると模様がないですが、一度上を見てみると矢印は右を向いている。ゆっくり全部やっていきましょう。もう一度側面に立ちまして、今度はチェストが右側に見えています。こちらの側面からオブザーバーをピストンにつける。赤い点がこちら、そして右のピストンに頭をこすりつけながらオブザーバーに設置。何も模様は見えません。でも縦積みすると矢印は右を向いている。そしてチェスト側に戻ってきました。そしたらもう予想つくでしょう。ピストンにオブザーバーつけて赤い点、そして今回ねチェストのこの辺に立ちましてオブザーバーにオブザーバーでは矢印の向きはいつも通り右を向いている。ここまでできたら全員でハイタッチです。ぜひグッドボタンお願いします。トライデントをね目の前のピストンにぶっ刺しておきます。そうしましたら最後ねチェスト上のピストンの上にレバーを設置してレバーを下げるとガチャコン動きます。一度止まります。その上でもう一度ガチャコンするとちょっと見えますかね、このトライデントが中でうごうごしてくれてるんですよ。このうごうごによって敵が倒されます。でちょっと一度ね耳がつんざかれるんで一度止めて、ここで皆さんトライデントって耐久値心配になりますよね。実はこの統合版のトライデント投げた1回だけ耐久値が減ります。なんで耐久値1減るイメージですよね。でなんとこの装置内で動いている間耐久値減りません。投げた1回分の耐久値があれば一生活躍してくれます。ネザーとかエンドとか行きたいし、ログアウトしたら消えちゃうんですか。遠くに離れたらこのトライデント消えちゃうんじゃないの。このなんと統合版のトライデント、先ほど言った投げた1回だけ耐久値が減るに加えて、プレイヤーがどれだけ遠くに行こうがネザーにエンドに行こうがログアウトしようが消えません。とんでもなくない？なのでこれが統合版最強トラップと言われてるゆえんなんですよ。ピストントラップ、私トライデントキラーって言ってますけど、トライデントキラー最強です。ただ一つ懸念点がありまして、トライデント吸っちゃうとちょっとめんどくさいじゃないですか。なのでチェスト側を中心として周りを壁囲ってあげます。で奥から敵が落ちてくるところ見たいんでガラスをね設置するとちょっと楽しいです。で湧き潰ししてあげて、ではいよいよ大詰めです。
背中がね、壁に当たって嫌だよって方は広げていただいて OK です。チェスト側の左角の側面、この上を一度ね、破壊してあげてください。位置関係もう一度見ると、チェストの後ろの角の上ですね。で、はしごをかけていくんですが、このように、ここにかけていきます。よいしょよいしょよいしょ。はしごかけます。はい、チェストがあって、この位置。で、一応登りまして、今、何マスはしごかかっているかというと、8マスかかりました。で、上に行きまして、左側を2マス掘ってください。で、プレイヤー立ちます。はい。でですよ。松明置いて、ブランチマイニングチックにすると、はい、目の前にね、出ることができます。ここまで来たら大詰めです。いきます。まず、この部屋を真っ暗にする必要があるんですが、松明を壊す順番が非常に重要です。まず皆さん普通に下降りていただいて、これ下落ちないでくださいね。これ下落ちるとこれちょっと大変なことになるんで、もし、もうちょっと大変だって方は、ブロック置いていただいて OK です。ただ、ブロックを置いてはいけないのは、最初に置いたこちらの3マスと、端っこには水源を置いてます。ここにブロック置いちゃうと水源壊れちゃうので、ブロック置いてはいけないゾーンはこの端っこでございます。それ以外はむしろ置いて OK。この状態で、側面とかに松明を置いていたら壊してあげてください。じゃあちょっと一回また戻りましてね。はい、水流元に戻りますんでご安心。で、またちょっと、水流に負けねえぞと。負けるんじゃねえぞと。ブロック置いて、ここ置いちゃダメなんで、ここまでだったら置いていいですからね。で、壊します。で、じゃあちゃんとここも壊すと、はい、水流元通りになります。で、奥も壊します。あそこもあんのか。よいしょ。よいしょ。こうやってやって、壊してあげて、戻ると水流もね、元に戻ります。で、どうにか一回、またね、待機場こうやって水流に負けずに戻りました。つって。今、スポナー以外の松明が全部撤去されました。ここで大注意点です。この手前の松明は一番最後に壊してください。はい。このブラマイした状態から。なんで、じゃあ一回ね、ちょっとこう繋いで、こうやってバー繋いでね。まずは、はい、ここ壊します。上壊します。で、四方壊します。いやー、よかったよかったと。で、まだ湧きません。そしたら、はい、このね、綺麗さっぱりしていきましょう。プレイヤー用の縦積みしたやつとか壊すと、はい、水流もね、元に戻ります。この状態で、松明壊します。壊した瞬間湧くんですけど、今私ここに松明置いてるんで、湧いてないんですよ。で、一度暗視のポーションを一度飲んでみて、松明壊すと湧きはずです。せーの。はい、どうだ？湧きました。で、挙動を見ると、水流によってゾンビがこうやって押されてですね、どんどん下溜まります。下行きましょう。一応ね、ここも二度と戻ってこないんで、壊してね、よいしょ、蓋しちゃいましょう。そうすると、はい、ゾンビさん溜まってます。そして、スポナートラップどんどん降ってきます。それでは、トライデントキラー、レッツゴー！じゃん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 。トライデントでですね、ダメージ入ってるの分かりますか？経験値出た！これなんですよ！チェスト前に立つと、今、経験値がね、吸われました。で、はい、いきますよ。ジャキンと降ってくるわけなんですね。なので、この前で待機しておけば、経験値が勝手に溜まります。ですし、はい、ゾンビが落とすね、アイテムも手に入ります。もちろん、スケルトンスポナートラップ作っていた場合は、骨とかも溜まります。で、こういうようにね、いや、ちょっといらない上着とかさ、いや、ちょっと、チェーンの、いらないんだけどって方は、銅ゴーレムとかをね、ここに設置すると、より仕分けが簡単になります。止めたい時は、このようにレバーを下げて、帰宅できると。作れた方ぜひグッドボタン！もし、装置が作った後動かないなどのトラブルがあれば、説明欄をご覧ください。その上で、まだ動きません。質問がありますという方、最新仕様をお調べした上で、全てにお返事させていただいております。キヨキヨチャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録目指してます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして他にも装置作りたい方、ぜひこちらご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。